この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。今日はインダクターについて少し話したいと思います。インダクターというのは時速をエネルギーとして蓄える部品のことです。簡単にインダクターを作ることもできます。ここにある導線を例えば適当な長さにカットします。このカットした導線を例えば割り箸とかにこういうふうにぐるぐるに巻いていきます。巻き終わった導線を割り箸から抜き取ります。これでインダクターが完成しました。簡単です。インダクターに電流を流すと時速が発生します。その時速をエネルギーとして蓄えます。それがインダクターです。インダクターは時速としてエネルギーを蓄えますが、似たような電子部品としてキャパシターがあります。キャパシターは電荷をエネルギーとして蓄えます。そもそも時速というのが少し分かりにくいので実験して確かめます。ここに電源と導線を用意しました。この導線に電流を流すと時速が発生します。その時速をこちらの方位磁石を使って観察します。導線を縦にします。今電流は流れていないので方位磁石をどこに置いても方位磁石の方向は変わりません。では次に導線に電流を流してみます。電流を流します。はい。見ましたが、方位磁石の方向が180度変わりましたね。方向によって方位磁石が回転します。見えますか？導線に電流を流すと電流によって時速が発生しました。導線があった時に例えばこちらの方向に電流が流れていたとします。そうすると右ネジの法則でわかるように時速が発生します。親指の方向が電流の方向で残りの指が時速の方向です。右ネジを回すようにこういうふうに時速の方向がわかります。図で書いてみるとこんな感じです。この赤色の線が時速の方向です。当然ですが導線に流す電流の方向を反対にすると時速の方向も反対になります。電流は下方向に流れているので右ネジの法則に従って時速はこちらの方向に発生します。これも右手で考えると分かりやすいです。電流が上方向に流れている場合は時速はこの向きで発生します。電流が下方向になっている場合はこちらの方向で時速が発生します。これまでは直線上の導体に電流を流してきましたが、これをループ状にするとどうなるのか、そちらも考えてみます。ループ状のコイルがあって、この方向に電流が流れていたとします。そうすると時速はこちらの方向に発生します。間違えた。電流がこちらの方向に流れていくと右ネジの法則に従って赤色の方向に時速が発生します。この電流の出入り口部分については時速の方向が逆方向なのでお互いにキャンセルします。導線の周りに時速をいくつも書いていますが、これを全て足し合わせて簡単に表現するとこちらの方向に時速が発生しています。ループ状の導線に電流が流れていた場合、時速はこちらの向きに貫きます。これも実は右ネジの法則です。先ほどの親指が電流でしたが、こちらのループ状の場合は残りの指が電流になります。で、親指が時速です。こちらの方向になるので分かりやすいですね、これは。先ほどはループは1回だけでしたが、このループを何回も作っていくとどうなるか。こんな感じです。そうすると時速はこちらの方向に発生します。このコイルの中では時速は一方向だけですが、コイルを出てしまうとこういうふうに広がっていってしまいます。で、実はこちらの導線1本だけでも時速は発生するのでインダクターの成分があります。ただインダクターの成分は弱すぎるので実際の世界では導線として扱います。インダクターにエネルギーが蓄えられていることを確認します。この回路を作ります。乾電池、インダクタースイッチ、あとは LED です。
LED は 3V 以上で光るので、電池をつなげただけでは LED は光りません。電池。ここに電池と適当に巻いたコイル、あとは LED を用意しました。この LED は 3V ないと光らないので、当然ですが電池を接続しても LED は点灯しません。先ほどの回路では LED の両端をスイッチを使って短絡していました。導線で短絡しています。導線で LED の両端を短絡すると光りませんが、これを元に戻すと、見ましたか？一瞬だけ光りましたね。一瞬だけ光りましたけども、光はすぐに消えてしまいます。今この回路で何が起きていたのか。まず LED の両端のスイッチを短絡します。そうするとこの経路で電流が流れます。電流が流れているので、当然インダクターにはエネルギーが蓄積されます。こちらのインダクターにはエネルギーが蓄積されます。今、インダクターに電流が流れていて、持続のエネルギーがインダクターに溜まっています。ここでスイッチを再び開くとどうなるか。スイッチを開くと電流が流れる経路は LED だけになります。インダクターに流れている電流をいきなりゼロにすることはできません。インダクターの電流はどこかに流れ続けようとします。この場合だと LED に電流を流そうとインダクターが働きます。つまり電流がこちらの方向に流れるわけです。LED でインダクターのエネルギーを消費しつつ、エネルギーがなくなったら LED は消えます。つまり電流が流れていない状態になります。レンツの法則というのがあります。例えばここにある導線に磁石を近づけます。そうすると電磁誘導でコイルに誘導電流が流れます。誘導電流は磁石を近づけようとする力に反発するような方向に流れる電流になります。磁石を近づけるとコイルには磁石を近づけまいとする電流が流れます。つまり磁石が近づかない元の状態を維持したがるわけです。逆に磁石をこういう風に離していくと、磁石が離れまいとするような誘導電流が流れます。他の例でもレンズの法則を見てみます。これはネオジム磁石と、あとは銅の板です。銅板の上に磁石を置いて手を離すと、磁石はゆっくりと滑り落ちていきます。磁石が滑り落ちるときに銅板に誘導電流が流れます。その誘導電流に発生する力というのは、磁石が滑り落ちるのとは反対方向に働くような力です。なので磁石はゆっくりと滑り落ちていきます。このように銅板の上で磁石を動かしていますが、かなりの反発力が働いています。導体の近くで磁石を動かすと反発するような誘導電流が流れるというのが、レンズの法則ですけども、それと似たようなことも電源につないだコイルで起こります。コイルに電流が流れていましたが、こちらを切ります。この部分を開くわけですが、コイルは何としてでも電流が流れるところを見つけようとします。それが LED なわけですね。インダクターに蓄えられたエネルギーがなくなるまで LED は光り続けます。さっきはコイルにエネルギーが少ししか蓄えられていなかったので LED は一瞬だけ点灯してすぐ消えてしまいました。もっとたくさんのエネルギーを蓄えるにはどうしたらいいか。例えばこんなやり方があります。ここに磁性体でできたコアを用意しました。このコアの中に巻き線をこういう風に挟みます。カメラだと少し分かりにくいのですが、かなり発光の強度が強くなっています。こうやって静止画にしてみると発光強度は違います。LED が強く光る理由はコアを使うことによってより多くのエネルギーを蓄えることができるようになるからです。そもそもインダクターに蓄えられるエネルギーは何ですかっていう話です。これがインダクターに蓄えられるエネルギーです。W イコール2分の 1Li 次乗。単位はジュールです。この L はインダクタンスです。インダクタンスというのはインダクターに電圧が加わった時にどれくらい電流が流れるかを示す係数です。単位はヘンリー。インダクタンスが大きいほどインダクターに蓄えられるエネルギーは大きくなります。どうやったらインダクタンスを大きくできるか。ここに3つあります。まず1つは等磁率を大きくすることです。コアには何も入っていない空心のインダクターです。そこに先ほど LED を光らせる実験で使ったコアを入れます。こんな感じです。
こうすることでインダクタンスは大きくなります。なぜかというと、コアの素材の投磁率が大きいからです。棒状のコアもあります。中にコアが入っている方がインダクタンスは大きいです。次は断面積を大きくするです。巻き線の数が同じ断面積の大中小のインダクターを用意しました。この中でインダクタンスが一番大きいのは断面積の最も大きいインダクターです。空心で巻き数が同じだったらループの断面積が一番大きいものがインダクタンスは大きくなります。これはループの中を通る時速が多くなるからです。インダクタンスを大きくする方法の3つ目は巻き数を多くするです。これは感覚的に分かりそうですね。10回くらいしか巻いていないインダクターと1000回くらい巻いたインダクターなら1000回巻いたインダクターの方がインダクタンス値は大きそうです。というか大きいです。インダクターに蓄えられるエネルギーを大きくするにはインダクタンスを高くすればいいということが分かりました。インダクターにたくさんエネルギーを蓄えるもう一つの方法は電流をたくさん流すことです。電流を多く流せば当然時速も多く発生します。実験しましょう。コイルを巻きます。モアカレント、モアエナジー。ここに先ほどとほとんど同じ回路を用意しました。インダクターは小さいんですが、その分大電流を流すので同じだけのエネルギーを蓄えて、で LED は光る。そういった作戦です。では実際に試してみましょう。光りませんね。本当だ。あ、これですね。主電源が入っていませんでした。電流を流します。これで電流が導線が細すぎたみたいです。大電流を流すときは必ず太い導線を使いましょう。細い導線を使うと焼き切れますし、最悪の場合弾け飛びます。約束です。これは余談になりますが、インダクターとキャパシター、どちらがエネルギーをより多く貯められるか。大きさが同じだったらキャパシターの方がより多くのエネルギーを貯めることができます。インダクターは蓄えられるエネルギーの割には大きいですし、重くなってしまいます。実際インダクターにどういう電流が流れるのか。これはインダクターの電圧と電流の式です。例えばインダクターに直流電圧を加えたとします。このような直流電圧です。直流電圧を加えると、時間的に直線に増加していく電流が流れます。電圧は電流の微分です。ということは電流は電圧の積分です。なので直線的に増加する電流が流れます。電流を増やそうとしてもいきなり流れないですし、逆に今度電流を減らそうとしても電流はいきなり減りません。この式から言えることは、インダクターの電流はこのように連続的な値しか取らないということです。インダクターに交流の電圧を加えたらどうなるか。90度遅れた電流が流れます。電圧より90度遅れて電流は流れます。ちなみに以前アップロードした動画ではキャパシターについて原理を解説しています。キャパシターはインダクターとは反対の式になっています。キャパシターの場合は90度進んだ電流が流れます。というわけでインダクターはこんな感じで動作します。今日はインダクターについての基本的な原理を紹介しましたが、インダクターの使い方についてはこれはまた別の動画での紹介になります。ちなみに今日の動画で使用した導線やインダクターのコアは今日の動画のスポンサーであるディジキーから購入しました。ディジキーはこういった電子部品の販売以外にもいろいろなウェブサービスをやっています。今日はその中のテックフォーラムを紹介します。テックフォーラムはエレクトロニクスの原理からトラブルシューティングまで様々な問題を共有するためのフォーラムです。フォーラムにはいろいろなカテゴリーがありますが、この技術的なヒントというカテゴリーが面白いです。ざっと見ただけでも数百の技術的記事があります。交流で LED を光らす方法とか面白そうですね。で、なぜ私がここまで電気に詳しくなったか、それはこういった技術的記事を細かく読んでいたからです。というわけで皆さんも技術記事をたくさん読んで知識を蓄えましょう。それ
それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。